金沢大学ナノマテリアル研究所教授徳田則夫です。ダイヤモンドをですね、半導体として応用する。それがですね、将来の省エネ技術、脱炭素社会、この実現に役立つと信じてですね、研究開発を行っております。半導体はですね、今現在の社会を支える重要なテクノロジーになっています。例えばスマートフォン、パソコン等に入っている CPU、メモリーで、こちらがですね、信号を制御する半導体デバイスになります。でもう一つ、電力を制御する半導体デバイスもありまして、このデバイスのことをパワーデバイスと言われます。で、我々ダイヤモンドをですね、主にパワーデバイス、パワー半導体応用として、研究開発を行っております。パワー半導体は電力を変換することに使われていまして、身近なところだと皆さんスマートフォンを毎日充電されると思いますが、交流の電圧を直流に変換する、そういったデバイスになります。現在使われているのがですね、シリコンという材料を使った半導体デバイスです。さらに消費電力を減らそうとするとですね、シリコンでは原理的に限界と言われています。そのため、さらなる低消費電力化にはですね、半導体材料そのものを変える必要がある。で、その候補になっているのがシリコンカーバイド、ガリウムナイトライド、ガリウムオキサイド、そしてダイヤモンド。で、この中でもですね、ダイヤモンドは最も優れた物理特性を持っています。つまりですね、理論的には最も省エネが実現できる半導体材料ということです。で、我々はですね、このダイヤモンドがですね、究極の半導体材料と呼ばれていまして、ダイヤモンドを作るところからプロセス、加工する技術、そしてデバイス応用まで一気通貫で行っています。2020年にですね、株式会社金沢ダイヤモンドというベンチャーを学生と立ち上げまして、目的としてはですね、ダイヤモンドを使って人類を豊かにする、心の豊かさ、そこを目指しています。半導体って生活はすごく便利になってるんですけれども、心を豊かにしたかというとちょっと疑問があって、もちろん使い方にもよるんですけども、非常に綺麗な黒いダイヤができまして、でそれを見た時に研究とは関係なく、美しいなと心を奪われたんですね。美しさっていうのはやはり心の豊かさの象徴っていうものを感じてほしいということを行っております。まだダイヤモンドというのは非常に高価です。他の半導体に比べると。したがって最初に社会実装されたとしても、やはり他の材料で開発された半導体デバイスに比べると高価なので、そこに見合うニーズとのマッチングが必要です。で、今考えていますのは、ダイヤモンドでしかできないところ、ここに一つは宇宙という環境があると考えています。で、宇宙において信頼性というのが最も重要です。対放射性ですね。こういったものに耐えれる強度というのが、ダイヤモンドが最も高いと。従いまして、このダイヤモンドを使った宇宙用のですね、半導体デバイス、これが実現する、実装されることによって宇宙の起源により迫れる。そして宇宙開発がさらに進む。最終的には人類が宇宙で生活する。そういったところのトリガーになりうる技術だと感じております。で、もちろんその後はですね、一般的な半導体デバイス、こういったところに普及して、自動車だったり、飛行機だったり、もっと身近なスマートフォンの充電とか、資源の観点から見てもですね、炭素のみで作れますので、人類が存続していればもう作り続けれる。例えばガリウムっていうのはさっきも言いましたけど、資源があまりないので、枯渇していく可能性が十分にあります。それに対してダイヤモンドは、人類が存続する限り作り続けることができる半導体材料なので、そういった意味でも究極の半導体だと考えています。